通に適当に始めちゃう。これはまあレーズン工房で、これはサワダネですね。でまず明日の仕込みのに使うサワダネを今やっちゃいます。でこれちょっと向こう涼しいんで、涼しい子に後で絞るんですか？そうですね、後で。ここだけは電気つける。次は昨日仕込んだやついろいろ分割して丸めていきます。マジっすか？マジっすよ。すいません。これ何？あ、これフォカッチャです。ちょっと大きめにやるんで。生地は基本的に全部前日で仕込む。あ、そうですね、全部前日ですね。前の日の方が発酵時間取れるからそう良くなるとかあるんですか？そう、うん、なんか俺、まあ多分人それぞれだと思うんですけど、僕はそっちの方がなんか全体的にいい感じになったなって、なんか作業性はいいし味はいいし、なんかお盆越えたらもう寂しいかな。なんかちょっとやっぱ涼しくなると寂しくなるんですよ。夏の終わりって感じ。次にロデブという生地のゆるいこれはベーグルですね。
これただの麦茶ですよ麦茶って夏が過ぎると全然飲みたいと思わないからそうっすよね。今しかないんですよ本当に。これ同じやつ。ロデブですか？あ、ロデブですね。はい。ロデブの成形で。なんかすごい静かでいい時間ですよね。確かにね。確かに。いい時間って言われるといいですね。いい表現です。適当にこれおかわりおかわり用の、はい、ありがとうございます。水分ちゃんとってなくなったらすぐ作る。次はカルダモンロールやります。それバター、カルダモンバター、そう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 、塗るやつ。
いい匂いですね。いい匂いでしょう、最初カルダモンロール始めるときに、あれがめんどくさくて嫌だなと思ってずっとやってなかったんですけど、なんか最近ネットフリックスとかめっちゃ面白い番組あるからそれ見ながらやってるとあっという間に向けるから暇の時に向いて向いてるんだ全部。でもそうなんか全然香り違くて、そうなんだ。そうなんですよ。なんか韓国ドラマにハマった時は本当に長いんですよ。結構もう何十話もあってでずっと家族で見続けたんですけど、見終わった後に何も残ってないっていうことが判明して、何だったんだろう本当になんか一番ひでえなと思ったのが、なんか主人公が車にひかれるんですよ。最終なんか終わりそうになったらで結構重大な事故なのと思ったら、ただ手に包帯巻いただけで次出てきてそれだけだったんかいみたいな。すごい匂いが。いやすごいですよね。これはサワーだね 100%。今喋ってもらえるんですか？もちろんもちろん。生地って前日仕込みじゃないですか。はい。何度で何時間ぐらい冷蔵庫に入れるとかあるんですか？そうですね。レーズン酵母とホップ酵母のやつは、だいたい16度、15度、16度ぐらいで、できれば20時間だけど、全然それより少なくても大丈夫で、あとこのサワーのこいつとかは8度ぐらいかな。8度ぐらいで発酵。温度が違うのは何か意味あるんですか？酵母が違うから、これで16度でやっちゃうとちょっと酸味が出過ぎちゃう。
じゃあフォカッチャがいい具合なのでフォカッチャを焼きます。ボクボク開けます。じゃあベーグの成形を、これは永遠やってるんでやってるちょっと永遠時間かかるんだ。数が多いですもんね。数が多いですね。通った。イチジクが入ったやつにちょっとクリームチーズ、ただ無糖のクリームチーズを包むだけ。ルバン。ルバン。もう発酵が終わった。そうですね、もう完成。
パンにはもうソーダだけ。そうはいそうですね。一応ね両方やってみるんですよ。レーズン使ったやつカンパーニュも前はレーズンでやったんですけど、両方試してみていい方なんか食パンも一回はサワーダレだけでやってみたりして、でも結局なんか全部食べてみてうまい方選択してるってだけですね。普通にレーズン酵母とかホップでやった方がボリュームが出てなんか見た目はいいんですけど、なんか特徴がなさすぎちゃう、なんか特徴が、出なくなっちゃってなんか普通すぎるみたいな。そうなんだ。食べたことあるみたいな。そうなんか大手っぽいああそっか。ぬか漬けサンドどうしようかな。もう一個食べようか。昔から作ってる。ぬか漬けはね千秋が作ってて、最近なんかぬか漬けのうまさにかなりハマってます。今年はすげえ給料がいた。これただの朝ごはんですよ。はいはい。ファイアの朝ごはんシリーズっていう。妻から教わったんで。うまい。いやうまいですね。ソウルフードですかねこれ。ソウルフードですかね。焼きたてですね。辛い内装ですね。いいですね。ツヤツヤしますね。ねえ。これ昨日茹でた。昨日夜茹でてきた。じゃあ俺これ1個もらうんで2つ。いや俺そんな食べないんですよ。そうできゅうり足りなかったらここから補充していいですか。補充して塩気が足りなかったら。ありがとうございます。本当にいいですか。もちろんですよ。超絶うまそう。食パンの釜入れしちゃったらはい。そうですね、ロデブのオートリーズっていうか最初にちょっと回して。この中に入ってるのは何ですか。ゆだね。ゆだね。スペルト小麦の全粒粉のゆだね。スペルトが 10% 入ってるんですけど、さっきのやつ。
自分があんまりベーグル好きじゃないから本来の硬いっていうのだから普通にちょっとパン寄りのベーグルって感じ。パン屋が作るベーグル。きっかけはもはや覚えてないけど、でも多分ねクロウサギで食べたベーグルがね美味しかったんだよね。だからこっち行けばいいんだって思った気がする。なんか俺働いてる時は作ってなかったんだけど、結構前に行った時にベーグル高尾さん作ってて、それがそっかでかくて美味しかった。今作ってるかわかんないけど。3日分仕込んじゃって、これが同じものですか？同じものなんです。だから見た感じには全然なんだろう、本当に発酵してるのかなって、発酵っていうか、これ意味あるのかなって感じなんだけど、これが違うんです。全部作るやつは作り方ですか？はい。ホップを煮出して、それとあとじゃがいもを茹でて、あとはリンゴのすりおろしってやつ。それが教科書に書いてあったんですけど、でもやってて分かったのが、なんかじゃがいもをそのペースト状にすればするほど発酵力がいいのができる。ホップは1週間に1回ぐらい作る。そう1週間に1回でまとめて、1週間分作って使い切って、でちょっと継ぎ足し分は残してて、途中でそのホップこれホップ意味ないんじゃないかな、結構ホップがその補助的な感じで使ってて、一回酒種とか試した時に酒種が最初いい感じに仕上がって、でこれもうホップいらないんじゃないかなと思ってホップ捨てちゃったら、結構実はすごく大事な要素になってて、急いでホップまた作り直して。そうですね。ロデブなんですけど、これルヴァンのちょっと元種っていうか、その液種をちょっぴり入れるとなんかいい感じになる。酸味もそれほどね出てないし。3つもなったんですね。ロデブ。そうですね、ロデブは3つ。なんか実験でお店に出してないけどイースト使ってやってみたこととかも、あるけど、でもなんかいいかな。そう、あと単純にイーストじゃない方がなんかできた時のなんか楽しいじゃないですか。なんか自家製酵母で自分の作った酵母でこれできたって、例えばカルダモンロールとかイースト使って多分やった方が効率的にはいいような気
よ。で冷凍庫になんかまとめて作って置いといて、で、解凍して、まあそれもいいんだけど、なんかでもなんか使い始めたらさ、もうどんどんなんか真ん中に寄っていくっていうかさ、普通になっていくしかなんか道がないような気がして、だとしたらね、イーストを使って、なんだろう、大人数ね、従業員いるところとどんどん一緒になっちゃって個性もなくなっちゃうかなって思った。ロデブはだからもう一周しましたよ。このゴールに戻ってきました。これがあなた。そうですね。これが18時間経つと、18時間か20時間経つとああいう感じ。なんかハード系って言ってもちゃんとなんか中がじわっとしてるっていうか、そういうのはやっぱみんなに喜ばれる。これは、明日の食パン、また今日のとは違うやつなんですけど。これ湯種ですね。まとめて。そうそうそう。もう焼きは終わりですよね。そう、焼き、はい、全部終わりです。マフィンとバゲットとフォカッチャは手ごねでやっちゃいます。はい。これフォカッチャですね。ミキシングも全部終了で。本当ですか。はい。お疲れ様です。何日ぐらい置いとくんですか？3日から5日って感じで、なんかその時の状態によって違うんで、なんかこうなんかつまんだ時に水分が抜けるなって思ったらOK だなっていうんで。これ1週間ぐらいですか？そうですね、はい。
次の作るときにやっぱり少し前のやつを入れるって感じですか？あ、そうですね。いやもうこの折りみたいなのがあれば全然大丈夫。アスペリトとライ麦のスコーンです。要は自分が作りたいパン、こういうの作りたいなみたいなんで、結構後っすね。例えばね、ヨーロッパのパンを作りたいってわけでもないし、この前お客さんに国産のパン食べるとほっこり気持ちがほっこりしますって言われて、なんかめちゃくちゃ嬉しくって、いいね、ほっこりするパンを作るっていうのって、ほっこりしたお店、ほっこりしたパンってなんか。フォカッチャの始まりです。フォカッチャ始まり。始まりと。これでパンチ終了です。20時間後は、はい、あの形っていう、はい。梅ジュース。ありがとうございます。元気が出ます。営業時間1時間しかないですよね。そう。そこで売れ残ったやつはどうするんですか？発送便ですね。発送便で。はい。もうリストがあるんですか？この人の順番に送るみたいなリストがあるんですか？ないです。一からセット決めて、募集してインスタで。ただいま本日発送便募集中。それで全部埋まりますか？埋まりますね。へえ。もう早いもん先着順で。先着順で、そう。すごいですね。そう、前なんか先に募集した時もあったんですけど、はい、結構プレッシャーがそうすると絶対失敗できないじゃないですか。まあほとんどつうかほぼ失敗しないんですけど、それでもなんか結構リピーターの人も多い。いやリピーターの人はめちゃくちゃ多いですね。それがびっくりして。前もっと営業時間長かったんですか？去年が、2時間、一昨年が3時間。刻んできるんです。刻んで。どうもありがとうございます。こちらから。はい。
あそう、これ押したら上がってシェアです。投稿1時13分で投稿完了。ただ終わりは3時には大和さんが来るんで、それまでに何とか残りのやつもちょっといろいろ考えなくちゃいけないです。注文来てますか？あ、そうですね。あと1件でとりあえず。マジですか？うん、AB。残りあと1個。そうですね。早っ。早いですね。すげえな。あ、今終わりました。完売ですか？完売ですね。食べた方がいいなと思って。じゃあこれ4件分だけちょっとこれ貼ってもらって。今プリントしてる。終了。終了です。間に合った。ラストスパート。追い込みましたね。いやー、ラストめっちゃギリギリだった。いやー、震えたね。震えた。